前回動画はエクアドルの首都キトから少し南下した位置にあるコトパクシ地方についての動画、大自然、街の様子、激安市場、そして今回の動画は大人気観光地、街並み世界遺産、外国人の移住先としても有名な都市クエンカについての動画、おすすめ観光地だけではなく現地人がおすすめするグルメについても紹介しちゃいます。ヨーロッパのような景色やな。まるで中世に大陸スリップしたかのような雰囲気やわ。一発目の動画撮影から噛んでしまったよ。タイムスリップという言葉を噛んでしまいました。どうもともさチャンネルです。エクアドルの第3の都市クエンカに来ています。今回の動画なんですけど、そのクエンカかなり人気のようですね。観光地として欧米人とかもなんかね、高齢者になってからみんなね、このクエンカっていう街に移住しに来る人も多いみたいで、それぐらい住みやすい街ですね。兵庫県で例えたら西宮かな、大阪で例えたら寝屋川ぐらいかな。分かりにくいですね。そんなクエンカの街を今日僕はね、1日でどれだけ観光できるか、おすすめスポットをバンバンね紹介していきます。おすすめスポットだけじゃなくてね、現地人から情報収集したグルメスポットも今回ね、おすすめスポットとして紹介していただきますんで、グルメ面でもちょっとね、僕の動画ね注目してもらえたらと思います。でまずはちょっとね、簡単に宿の紹介から。今回泊まってる宿はザ・チェックインホテルだったかな。ドミトリールームで4泊するんですけど、動画撮影とかもしないといけないんで、朝ごはん付き男女共同ドミトリールーム4泊で 26.9 ドルでした。1泊で換算したら朝飯付きで1000円以下ですね。バスタオルも付いています。のベランダからの景色もすごくねいいんで最高です。では早速ね、観光の方をねしていきたいと思います。ちょっと待ってください。ドミトリールームとかさすがにね共同ルームなんで泊まりたくないっていう人も結構おると思うんですよ。男女共同ドミトリールームではこういったハプニングもあります。ちょっと湿ってました。はい、まず1つ目なんですけど、1つ目がもう一番王道で見どころあるスポットなんじゃないでしょうか。カルデロン公園です。こんな感じ。マジでみんなね、いろんなパシャパシャね、写真撮ったりベンチでくつろいでたりしているような王道人気スポットですね。でカルデロン公園の周りには大聖堂があったり、銀行があったり、美術館があったり、市役所があったりといろんなものがあるんで、やっぱりね人がね集まりやすいスポットだと思います。早速公園のそばにはカテドラルがあります。このカテドラル、南米一美しいと言われている噂があります。噂です。で上に登ることができるんで、ちょっと中入ってみましょうか。ちなみにクエンカマジで安全だと思います。夜一人で歩けます。でこの公園では結構ね警察もねこんな感じで巡回してるんで、特に安全な場所ですね。ゾルディック家の敷地内に入る門と同じぐらい頑丈そうなもんですね。はい、硬い無理。動画撮影は禁止なので中は撮影せずに感想だけ語りたいと思います。そしてね、こちらの秘密の道から上に上がることができます。しかし 2.25 ドルやめましょう。いや金がもったいないから登るの諦めたわけじゃないですよ。この動画ではなるべくお金を使わずに皆さんにねどうやって遊べるかっていうのを伝えたいんで、あえてね切符を購入せずに登るのを諦めました。それが理由です。マジで中広い。普通の教会の5倍以上はあるかもしれん。ただ内装が美しいかどうか言われたら別に普通ですね。普通。エクアドルの首都キトの教会の方が全然美しかったと自分は思いますね。金色ベースで。この大聖堂に関しては外見が美しいってタイプの大聖堂です。はい、次目の前に見えるのがオールドカテドラル・オブ・クエンカ。噛みそうになった。危ねえ。またしてもお金が必要。この教会にね入るためにもお金が必要です。金額は同じ 2.25 ドル。なんか無料の日とかないんかな。日曜日は無料みたいな。で僕がね今ねエントラール入らなかったか分かりますか。お金の大切さを皆さんに教えたいからです。みんなエクアドルにどんなねイメージ持ってた。完全にこれヨーロッパやん。この雰囲気
1回でいいからこういうなんかおしゃれなレストランでなんかワインとか飲みながらのんびりしてみたいな。この角度からの大聖堂、もう一言で言って綺麗。ゴミ箱でさえもおしゃれに感じてしまうハート型。まあクエンカに関しては涼しくてね過ごしやすくて物価の安いヨーロッパって感じかな。まあ所要時間だいたい40分ぐらいかな。カルデロン公園でのんびりして周りの大聖堂を見たりとか写真撮ったりとかして歩いてみたりとかして約40分。はい、第2のスポットは歩いて5分ぐらいプラササンフランシスコ広場です。まあ観光地価格かどうかはわからないんですけど、この場所で結構ねお土産を購入することができるんですよ。お土産以外にもねこういう普通に着ることができる服とかカバンとかねいろいろある。ほんでザ公園って感じでこんな感じでね中央に噴水があってこうぐるーっと見たらまたねイグレシアがあります。教会クエンカ。ホラブエナサルです。¿Cómo estás? Bien. Sí. Yo también. Muy bien. Gracias. でこんな感じでまさかのねアヤワスカを体験できる場所もあります。いやこれじゃないか、これアヤワスカちゃうか。あちょっと待ってよ、アヤワスカ体験できる場所がある。どこだったかな。まあこの辺ですね。これかな、これかもうどれか分かりません。もしかしたらこれ、いやこれじゃないか。まあでもこの場所でアヤワスカを体験することができます。この広場体を浄化させるためのアイテムとかそういうのがたくさん売られているような気がする。広場がそこにあってその隣にサンフランシスコ教会イグレシアでサンフランシスコ。もはやね1回2回と 2.25 ドルが続いてるんで、ここもねもう値段をね確認するまでもない、もうパスするよってことで所要時間約15分でした。エクアドルのクエンカでは日本の漫画も売られてある。ワンパンチマン、神様のワルキューレ、ブルーロック、微妙なラインの漫画が置いてますね。ちなみに善逸のフィギュアは白目向いてます。ちなみに遠出するときはこういうバスに乗ってね遠出できるんですけど1回30セントですね。30セント払ってこの前僕はねスパワールドに行ってきました。片道30分ぐらいで行ける場所スパワールドです。はい、次第3のスポットアルテモデルノ。もちろんグラティス、一番大好きなスペイン語です。無料という意味。地元民から人気がないのかどうか人がかなり少なくて落ち着いている様子。たくさんのエクアドルの芸術的な作品が飾られている様子です。スーパーファミコンの名作クロノトリガーだったらこの場所から過去や未来に行くことができますね。犬が水飲んでる。こういう場所で犬は水を飲むのか。アディオス。まあ無料で入ることもできたし無料でねトイレも使うこともできたしよかったでしょう。所要時間15分。次4つ目に紹介させていただくのがメルカード DS でアゴスト市場ですね。一言で言って中入ってみたいと思います。これがエクアドル第3の都市クエンカの市場。店員さんの彼女と仲良くなって彼女からもねレストランの情報はいろいろね聞いてます。もうあそこ行けってめっちゃ言われてるんで。¿Este alcohol? Licor. Shumir. Shumir es como... es tradicional de aquí del Ecuador. Tradicional de Ecuador. Shumir. Shumir というお酒です。もはやこの市場来たらね何でも揃うんじゃないかなって感じのレベルですね。上にはフードコートもあるし野菜とかもあるし下にはね肉とかも売ってあるしマジでホテルとかでね自炊する人はここに来たらええと思います。昨日はこの場所で玉ねぎと人参を購入しました。あとトマトも。もう一つヌエベでオクトゥブレっていう市場があるんですよ。10月9日市場。そっちの方がもしかしたらこのねランチとか朝食は安いかもしれん。ちょっとねまだ 100% ね分からんけど昨日ちょっとね下見でいろいろね値段聞いたらそんなにここね安くはなかったんですよ。そもそも値段書いてないとこ多いし分かりにくい。ただでもヌエベでオクトゥブレの方はちょっとね治安が悪いって言ってました。女の子は普通になんかスリとかあるから気をつけた方がいいよって言われましたね。それで運ぶ飲み物ついてご飯もついて
肉とじゃがいものこのね料理がついて3ドルなんで、そんなめっちゃ高いこともないですね。全然許容範囲の値段っすわ。なかなか迫力のある豚の肛門。ほんまにね、チーズとかスパイスとか細かい調味料もここでね手に入ります。ワンチャン文房具とかも売ってそうですね。ちょいちょい見たこともないような食べ物が売られてますね。これはカカオチョコレートかな。ポップコーンの種。市場の人らと結構仲良くなって、まさかのデザートをおごってもらう流れになりました。ムチョグラシャス。これはプミージャというなんかデザートらしいです。卵とグヤバヤって言ってました。サルーサルー。毎回市場ではいろんな出会いがあってほっこりしますね。次5つ目紹介します。5つ目のお店到着ですね。まあそんなにローカル感は強くないようなお店です。まずはスープとポップコーン到着。ご飯の代わりにポップコーンかな。疲れた。スープはこんな感じでね、肉団子とか骨付きの肉とかじゃがいもとかトウモロコシとか、じゃがいもは入ってないか。肉団子うめえ。普通に日本のね高級なね美味しい肉団子の味がした。カルネアサーダという料理も後から到着した。雰囲気ちょっとカレーライスみたいな、ステーキのせカレーライスみたいな。ただでもこれがね伝統的な料理、グリホール豆の料理とご飯、いつものパターンやな。ご飯と豆、全体的にねどれも味がしょっぱい。この肉もねめっちゃ味しょっぱい。ご飯も味がしょっぱい。しょっぱい味がみんな好きなんかな。ごちそうさまでした。朝ごはんもやってるお店ですね。まあローカル料理じゃなくておしゃれ寄りのローカル料理店って感じ。まあここはね3ドルです。まあただクオリティはねちょっと高めやけど、個人的にはしょっぱいなーって感じですね。しょっぱい薄い味が好きなんで。ダッシュダッシュ。雨降ってる雨降ってる。次のスポットもう見えてるぜベイベー。はい、次6つ目のスポットなんですけど、バンコセントロデルエクアドル。これはねついでに行くと思うんですけど、向こうですね、ムセオプマプンガ。もう名前で選びました。プマプンガ、ムセオプマプンガ。いざ入りたいと思うよ。ちなみにあっちにはテアトロプマプンガ。もはやプマプンガの意味が分かりません。プマプンガはどういう意味なのでしょう。こういうのよ見たかったのは。歴史とか興味ないんだよ。こういうのだよ。とにかくプマプンガの意味がね僕にはねまだねしっくりきてないんですけど、わからないんですけど、まあエクアドルの歴史についての美術館みたいですね。鬼滅の刃大好きな人はこれを見て牛太郎を思い出すはず。なんて言うんだろうな、説明書きがあんまり書かれてなくて雰囲気で感じ取れみたいな感じの美術館なんかな。だったら外国人にもね楽しみやすいような美術館かもしれん。こういうのとかねいろんな種類があるなみたいな感じで思いますよね。衣装としてはすごくおしゃれに感じるけど、洗濯するんとか結構大変じゃないんかな。いろんなものあるし、アマゾンの暮らしについての展示物が多いですね。ここおすすめやわ。普通に結構人も少なくて、今日土曜日なのに通路もかなり広いんですよ。広々とこんだけね自由に動画撮影できるし、で説明書きもねわずかなんですごい読みやすい文字数で表現してくれてるって感じで、すごい分かりやすいかな。展示物もね結構パッと見ただけでねなんか雰囲気とか感じられるし、これとか多分アルマジロで作ったなんかカバンか何かちゃう。僕も昔は一時ねこんな髪型してて、周りからねノンスタイル井上ってね呼ばれることもありましたね。さっきはね結構ねちょっとね集中して見てたんで撮影するの忘れてたんですけど、 Amazon のコーナーやっぱりね面白いですね。興味津々になってしまって説明書き読んでるんですけど、難しい。ほんまスペイン語と英語の説明書きねわからん。自分があんまりねスペイン語もね理解できてないし、英語もね喋れるわけじゃないんでなかなか難しいですわ、理解するの。これとか面白くないですか。なんか多分僕の予想ですよ、シャーマンが儀式の時に使うための道具とかじゃないですかね、こういうのとか。まあ自分の知らない世界がね
こうやってね展示されてあるんでちょっと面白いですよね。めちゃくちゃ広いエリアやな。この広いエリアにいろんなね細かいものとかが展示されてある。石、こういうの見ても何もねときめかんのよな。こういうのはやっぱりさっきのなんかアマゾンとかそういう昔の暮らしとかそういうのが個人的にはね好きかなって思う。キングクルールが持ってる大砲みたいやな。やばいやばいやばい、まさかやば。僕こいつのネックレス持ってます。実家にあるわ。マジで今のお人形さんね見た瞬間思い出しました。高知県の古着屋さんでネックレス買った時にあの人形でしたわ。ネックレスこれ小峠の頭蓋骨じゃね。なんかものすごい負のオーラが漂っている部屋に入ってきてしまった。こういう絵とかもあるし、マジでダラ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 してないような見やすい美術館でしたね。ここはおすすめや。所要時間40分ぐらいしてせっかくなんでついでに行っときます。テアトロプマプンガ。テアトロなんでまあ劇場だとは思うんですけど4ドル必要なのでやめました。まあ隣にあるんでねせっかくなんで行っときましょう。ここもムセオデラモネーダ、お金の美術館かな。まず一発目の感想、ちっちゃこんだけね近づかんとね一個一個ね見えん。とりあえずエクアドルのコイン、お金についての美術館ですね。そのエクアドルのお金についてだけじゃなくてラテンアメリカ全部のお金も一応展示されてると思います。はい、7つ目のスポット、お金の美術館。2階はこんな感じのフロア。人ほんまに少ないね。とりあえずねこういう美術館って面白いとか面白くないとかおすすめとかおすすめじゃないとかじゃなくていかに興味があるか興味がないかとかだと思うんですよ。こういうの見て皆さん興味ありますか？僕ねあんまり興味ないんよな。この5000のお札はねちょっとね好きですわ。ガラパゴス諸島みたいな雰囲気で。美術館で所要時間10分って今までで最速かもしれんな。それにしてもねコロンビアの時にも言ったけどコロンビアは女の子可愛いからコロンビア人女性の博物館作って、エクアドルはねガラパゴス諸島がねすごく高いからガラパゴス諸島行けない人のためにガラパゴス諸島の博物館作った方が売れるんじゃないでしょうか。知らんけど。何これクリト。ちなみに目の前に見えるのがパルケサンブラス公園っていう名前だし、今最初説明したカルデロン公園の近くにいるんですけど、また綺麗なね教会発見してしまった。これもなかなか外見綺麗ですね。イグレシア・サン・アルフォンソという教会です。サン・アルフォンソ教会。目の前ではこういうねチョコレートのデザートとかが売られてるよ。街のパン屋さんでドーナツ購入1ドル。この小さいドーナツ1ドルってどうなんかな。ぼったくられてる。140-150円か。なんとも言えないですね。ちょっと一旦ねホテルに戻って休憩しながらドーナツ食べながら作戦立てます。歩きすぎてマジで疲れたんでちょっと一休み。ドーナツとコーヒー、無料コーヒー。これはね朝ごはんの時だけね無料でねコーヒー提供してくれて、その時にねコーヒーをおかわりして冷蔵庫に保管しておきました。なんとも頭のいい作戦。マジで普通。なんとも思わんすね。日本でこのドーナツ出されてもあードーナツやなぐらいの感想かな。眠たい。寝不足や。さあ夕方6時張り切っていきましょう。次のおすすめ観光スポットは町からねひたすら南に片道1時間、ガチ1時間、徒歩で1時間です。まあ僕の徒歩の速さだったら多分45分くらいで着くとは思うけど、それでも結構ね歩くんでね、そのためにちょっとね体力温存ホテルで一休みしてました。こういう感じのドレスが売ってあります。うわもうほんま最悪や。自分で南にずっと突き進むとかね言うといてね間違えて東にね行ってしまった。もうほんま最悪。道間違えた。
こっちが南の方向。だる。余分な体力と時間を使ってしまった。このね、クエンカの景色をね、一望できる場所があって、そこの夜景がね、すごいおすすめされてるんで、そこをちょっとね、行こうと思ってるよ。そもそもこんな夜に一人でね、山登って大丈夫なんかとか思うけど、まあそこはクエンカなんで、行けるっしょ。さあ、山のふもとまで来た。だいぶ近づいてきたよ。で、道が合ってるかどうかがわからん。インターネット使えないんで、Google マップがね、経路が見えないんでね。ただ、地図見た感じではこっちの方が。いやいやいや、これは怖すぎるって。携帯出したらあかんな、この道はさすがに。怖怖。マジで怖怖。一人やからな。携帯は絶対出したらあかん。目の前こうやって見ると、車が通る大通りはこうやってぐるーっと回ってるんですけど、多分提灯あんこうのような光がポツポツポツとね、前照らされてるんで、あの道をどんどん登っていって上に到着するんだと思います。車めっちゃ苦しい。そもそもガードレールあるし、だるいだるい。乗り越えていくか。女性一人だったらね、ちょっと怖いですね。これこういう道をね、一人でね登っていってる感じです。多分ね、上に登場したんですけど、いかにもね、お金持ちの人がね行くようなレストランとかカフェが並んでますね。それと教会が前に見える。まあ僕のね、顔が邪魔と思ってる人多いと思うんですけど、とりあえずね、セントロからだいたい50分ぐらいですね、歩いて。うおー、誰一人ね、人おらんかったのにね、ちょっと上がったらめっちゃ人がおる。みんなやっぱ車とかなんかタクシー使って来てるんやな。歩いて登ってるん僕だけっすわ、ほんまに。はい、第8のおすすめスポット到着しました。ミラドールトゥリですね。さあ早速ね、丘の上からの景色を見せたいと思います。こんな感じの夜景が広がっております。一人でね登ってくるときはね、若干の怖さとしんどさがあったけど、上がってみたらすごいね、一つのね都市があるっていう感じですね。教会の中ちょっと入ってみようかなって思ったんですけど、まさかのこんな小さい教会の中でも入るんにね1ドル払わなあかんの。これは何、自由な感じなんか、払っても払わんでも。分からん。とりあえず探検してみようか、この辺。教会の裏はこんな感じでね、お土産屋さんが揃ってるって感じですね。ただね、レストランとかももうね、値段が高いから絶対に入らん方がいいってね、市場のおばちゃんが言ってたんですよ。なんで僕はここでは何も購入しないですね。こういう感じのところはなんかちょっとローカル感があっていいですね。もしかしてこれ所要時間10分ぐらいなのか。なんか意外にもあんまりすることがないぞ。レストラン値段高いし行かんし、景色見終わったし、いやもうちょっとだけのんびりしてみよう。第8のおすすめスポットこんな感じで終了。所要時間15分ですね。意外にも早かったな。ただこの場所から見る景色がクエンカの中でね一番綺麗なのではないでしょうか。誰かのお誕生日みたいですね。楽しそう。完全にあれはね、日本のノリじゃなくてね、メキシコのノリと似てるわ。みんなで歌ってなんか騒ぐみたいな感じの雰囲気。帰りもねこんな感じでね、普通に同じ道をね一人で通って帰ってるよ。怖いよー、寂しいよー。来たー、パリピが集まるバス。パーティー専用のバスやな。まあ歩いてる。一応ね、パルケ・デ・マドレお母さん公園でちょっと一休み10分ぐらい休憩してからね、ちょっとね9つ目のねスポット行くよ。このパルケ・デ・マドレ、子供とね遊ぶのにはちょうどいいかもしれんな。家族連れで来るには。めっちゃ面白そうやん。ダーン。はい、だるい。公園あるある。出口がない。出口がない。こんな感じでね、木に覆われてね、出口がない。これ公園あるあるですよ。そういえばクエンカってパナマ帽。ほらごめんなさい。ほらそういえばパナマってパナマちゃうのかはもう調子崩れた。なんだったっけ。クエンカってパナマ帽が有名なんですよ。そのパナマ帽っていうのが僕もね何なのかわからないんですけど、なんかたまに帽子が売ってありますね。
多分ね紹介できるねおすすめスポットね、これが最終になると思います。第9のスポット到着しました。ここはね晩ご飯なんですけど、ちょっとねエクアドルに来たらあるものが僕はね食べたいってねずっと思ってたんですよ。それを食べる場所がここにあります。なかなか食べることができなくて、市場でね仲良くなった女の子にもう聞いて、どこで食べれるんやって聞いたら、こことここで食べれるって言われて、こっちの方が美味しいって言われてそっちに来ました。あ、幻影旅団のマーク23番やって、まあそんなんどうでもいいんですけど、それがこちらのお店です。ガヒバンバというお店。こちらのお店でねクイを食べることができます。クイってね、皆さん何か分かりますか？日本語で言ったら多分ねネズミなんですよ、一言で言ったら。ネズミはネズミですけど、食べれるネズミ、天竺ネズミかな、そんな感じですね。ぜひ入ってみましょう。値段高そうまあいいか。もうね見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっとね高級チックなんですよ。友宗屋チャンネルが来るような場所じゃないんですよ、これで。メニューをちょっと見てみます。例えばなんですけど、ジュースとかが 2.3 ドルなんで、そんなに高くないんですよね、思ったほど。ほんでこれね、この辺な税抜きで7とか8とか7とか 2.5 とか7とかなんで、そんなに高くはない。だがしかし僕はこの中で一番値段が高いクイ 27.5 ドルを注文しました。いやまさかなんですけど、クイやっぱりねそんな簡単に食べることができないです、さっきの女の子にも僕クイが食べたいですって言ったらちょっとびっくりしてたんですよ。1時間かかるよ言われて、料理に1時間かかるみたいなんですよ。もう一回言うけど、そんな簡単には食べることができない。しかもちょっと値段が高い、そんな感じですね。お店の雰囲気がとにかくおしゃれすぎる。ちょっとね1時間待たないといけないんで暇なんで、ちょっとお店の中をね散歩しますわ。なんか緊張してるんかな、ビールのうまいにおしっこ行きたくなってきた。ほんまに1時間待たなあかんらしいんで、ちょっとねビールでも飲んでね動画編集しておきます。乾杯。でおつまみはこんな感じ。もう一回乾杯。うまい、マジでうまい、ほんまにうまい、こんだけ歩いてきてからのビールなんでほんまにうまい。死ぬ。やべえ1時間待たなあかんのに、ものの20秒で 3.45 ドルのビールがこんだけ減ってしまった。うわこれやばいな。ちょっとペース配分考えなあかん。クイがやってきた。これ一人で食べきれる量じゃないやん絶対。やば。近くで見たらこんな感じですね。これが頭か。頭、口思いっきり開けてるわ。こんな感じ。もうパリッパリ。絶対うまいわ。これもこれでいいな、絶対美味しいな。うわパリッパリや。うまい。鶏肉に近い感じかな。皮はパリッパリで鶏肉に近い感じ。鶏肉よりもジューシー。うまい。うまいですね。パリッパリ。安いとことかあったらもっとなんかちっぽけなクイなんで、ほんまにクイ食べたかったらやっぱりちょっとお金出していいやつ食べるべきですよ。うまい。じゃあ食べるのにね集中したいと思います。クイとかね一生にね一度食べれるか食べれないかじゃないですか。もちろん日本に住んでたら絶対食べれることないと思うんですよ。やっぱりこういうのにお金使うべきですよ、念願のクイを食べることができた自分に乾杯からの、いつも動画見ていただいている視聴者のご健康とご多幸を願って乾杯。うまい。一応念願のクイちゃんと握手しておきます。はじめまして、こんにちは。今日はよろしくね。あまりにも皮がねパリパリなんでね、クリスマスの時とかに食べるねローストチキンみたいなね雰囲気ですわ。味もちょっとね鶏肉っぽいし、芋も普通に美味しいし、
これもね結構腹たまるし、ビールもあるし、ほんまお腹いっぱいになる。なんだろうこれ、はい肝臓臓器かな。それにしてもうまいわ、クリーミーやわ。さすがにこの量を一人でね全部食べてたらね、さすがに油っこくなってきましたわ。めっちゃなんか油ぎっしゅ、むつっこいって感じだな。最後にねチューしときます。もう大満足した。ほんまにこんだけ珍しいもんね腹いっぱい食えて、さらにビールもね久しぶりにねこんだけ飲めてね、マジで幸せです。ありがとうございました。なんかわからんけどすごい良かった。で最後の最後にねちょっとね杭の生見せてって言ったら、生のね杭ね持ってきてくれました。山で杭を捕まえてくるみたいです。なんか生々しいよなこの写真見たら。まあでもとりあえず今もう10時超えてるんですけど、閉店時間10時過ぎて、まあ一人でこんな感じでねスマートフォン堂々と出して撮影しながら歩いていってるんですけど、クエンカは割とね安全っすわ。僕ねバックパック背負ってねバス停から夜ね歩いてホテルまで行ったんですよ。その時はさすがにね警察にもねやめとけ言われたんですけどね、個人の自由やろと思って僕一人で歩いたんですよ。特になんもなかったです。ホームレスもおらんかったし、割と安全っすね。夜道をね一人で歩くんはほんまにやめた方がいいけど、まあクエンカそんなに雰囲気悪くなさそうですね。はい、動画ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。皆さん今回僕が紹介したね9つのおすすめ観光スポットどうだったでしょうか。まあほんまにクエンカはね過ごしやすいですね。やっぱりね高齢者がね移住先としてねこの場所に来るのがねすごくなんとなくね分かる気がしますわ。治安もいいし気候もいいしね、すごいね今ポカポカしてるんですよ。ただね夕方になってきたらちょっとね涼しくなってくるっていうね、寒くなってくるっていう感じ。景色もいいし物価も安いしいい感じです。僕行かなかったんですけどエルカハス公園っていうのがあって、そこもかなりね有名な場所なんですよ。まあでっかいほんまに公園をね散歩するような感じなんですけど、その中にも湖が200個以上ある、ほんまにでっかい公園で、まあその人によってコースを決めるらしいんですよ。初心者の人はこの1時間コースとかで、プロの方はトレッキング 4,5 時間コースとか、まあいろいろコースもあって、そこで自然に浸るみたいな、いろんな花見たりとか動物見たりとか湖見たりとか、そういう場所があって、ただ僕はね別の場所でキロトア湖っていうところに行って、そこでだいぶね自然満喫して綺麗な景色も見えたし、もう別にいいかなみたいな。もう一つ一つね有名なものね見て回ったらねお金とかも続かんし時間もかかるし、今回大聖堂の上も登らんかったし教会の中にも入らんかったりとか、そういうのあったんですけど、ほんまに考えながらケチるところはほんまにケチっていかんと、世界旅行もねだいぶ短くなってしまうんでね、ほんまに僕もねいろんな国行きたいっていうのもあるし、もちろんいろんな場所も行きたいけど、そういうのを考えたら、まあこのケチるところはケチっていくっていうスタイルで行かせてもらっております。で4泊あったんですけど、そのうちの1泊は撮影で全部使って、そのうちのもう一つはスパ行ったんですよ。スパっていうのがあって、スパ君みたいな、それもまあショート動画で出そうとは思ってるんですけど、結構ね1日使いましたね。サウナ入ってお湯使ってみたいな、ぬるま湯使ってとか、そんなんしたら1日使って、ほんであとは動画編集させてもらったって感じの4泊でした。エクアドル編はこれにて終了。動画ご視聴ありがとうございましたって感じで余談に移るんですけど、朝飯ついてるんですけど、今12時半ぐらいなんでだいぶお腹減ってきたんですよ。出発直前まで我慢するっていう僕のルールあるんですけど、ちょっとお腹減ってきたんで、今ねここにね草生えてるんですけど、カメラには映ってないかもしれんけど、草食べてもいい？いや、さすがにそれは食えんか。食えんかだけに食えんか。次回ともそやチャンネル。クエンカからなんとか陸路でペルーに入国。まず一つ目の都市はマイナー穴場都市のカラス、パロンコが有名。絵本のような超絶景湖と親切すぎる地元民との交流をミックスさせたペルー編一発目の動画。さあ皆さんお楽しみに。